藤間でございます。今回は仮想通貨の用語としてだいぶ浸透してきたメタバースについて解説したいなと思います。まず最初に最近のメタバースに関するニュース取り上げて、メタバースって何なのかっていうのと、あと仮想通貨、メタバースが盛り上がると上がりやすい仮想通貨みたいなところで、紹介していきたいなと思います。まず最近のニュースなんですけど、GAFA の一つのFacebook がメタバース仮想通貨事業に注力する計画に合わせて社名をメタに変更すると発表しましたということで、 NFT の事業領域参入も示唆しているということで、 Facebook がメタっていう会社になるんですよね。これだけ世界的に有名な会社の、名前の変更っていうのはかなり珍しいってことで、結構話題になってましたね。そもそもそのメタバースっていうのは簡単に言うと、インターネット上に構築された多人数参加型の3次元仮想現実空間なんですよ。要するにそのインターネットってだいぶその浸透してきてはいるんですけど、基本的にこの YouTube とか平面じゃないですか。平面で、立体的には多少見ると思うけど、平面で見る、サイトとか動画とか見るわけなんですけど、このメタバースになるとその仮想空間の中に例えば自分が行って入ってきた友達とその仮想空間で喋るとかご飯を食べるとか、そういうことができるっていう感じのものですね。それをFacebook が進めていくってことをやってるわけですね。その名前も変えたってところからしてマーク・ザッカーバーグのその本気度が伺わせるっていう感じなんだと思うんですけど、メタバースFacebook のサービスって結構最初 Facebook っていう SNS があって、その後インスタが若者を中心に流行ってきたけども、それも買収して自分のものにして、とかっていうその競合となる SNS を買収して吸収してきたってなんですけど、結局本家本元の Facebook が若干廃れつつあるんですよね。僕も実は最近 Facebook アカウントを削除したんですけど、日本の人も結構 Facebook ってもう見てないじゃないですか。友達になってる人の9割はもう Facebook 見てないんですよね、アプリね。基本的に最近こういうことがありましただ、どうのこうのと報告とかもインスタを使う方がメインで、 Facebook って SNS 慣れしてないおじさんとおばさんが使ってるようなイメージなんですけど、インフルエンサーも Facebook ほとんど使ってないし、ちょっと廃れた感があるので、ザッカーバーグとしては新しくこのメタ空間でのその事業をやるということをかなり気合い入れてやってるっていうことなんですね。でそれが最近のメタバースに関するニュース。じゃあそのメタバースがあるとどういうことができるかっていうと、例えばもう今すでにあるのがディセントラランドって仮想通貨だと思うんですけど、それがメタバースプラットフォームの一つなんですよね。イーサリアムのスマートコントラクトを利用されて構築されたその 3D 空間なんですよ。仮想通貨でマナなんですけど、ディセントラランドっていうのがその仮想空間が出来上がってるわけですよね。あとはそのゲームの中にも結構その仮想空間っていうのができていて、アクシーインフィニティっていうゲーム仮想通貨で言うと AXS とかも、その仮想空間の中で、遊んだりとかそのユーザー同士がコミュニケーション取ったりとかできるっていう感じ。あとは、サンドボックスっていうゲームありますけども、サンドボックスのゲームも、ある種その 3D の仮想空間の中で、何やってるかわかんないんだけど、その 3D の世界の中でそのコミュニケーション取れるみたいなそういうゲームなんですよね。だから結構仮想通貨とメタバースってのはその親和性が強いんですよ。だからそのメタバースが盛り上がれば盛り上がるほど、仮想通貨も注目されるようになるし、仮想通貨も上がりやすくなるんじゃないのっていうのが結構今の世の中の反応ですね。で、この Facebook が、メタに名称を変更するって言ってから結構そのメタバース関連の声が上がってきてるんですよ。ここからちょっと仮想通貨の話なんですけど、仮想通貨のそのメタバース関連で言うと、まずさっき言ったディセントラランド、マナーがあるのと AXS とサンドボックス。
あとはエンジンコインあるんですね。エンジンコインは最近 NFT アワーズの開催をしたんですけど、それをメタバース空間の中でやったんですよ。その NFT アワードっていうね、NFT の作品をノミネートしたり、好きなアーティストの作品に投票したりするっていう、イベントだったんですけど、それを仮想空間の中で、やったっていうことで、ちょっと話題になったんですよね。ということで、エンジンコインのエンジンも結構そのメタバースに注力してやってるので、この辺のコインは結構そのメタバースが盛り上がると上がりやすいんだなっていうふうに認識していただければいいなと思います。ということで今回はざっくりね、ものすごく簡単にその仮想通貨とメタバースについて解説したんですけど、さっきもあったように、例えばディセントラランドがイーサリアムのベースに作ってるとかってあるんで、さっき挙げたコインだけじゃなくてね、イーサリアムも上がりやすくなるかもしれないし、ビットコインも上がりやすくなるかもしれない。とりあえずそのメタバースが盛り上がると仮想通貨にはプラスっていう風に覚えておけばいいんじゃないかなと思います。はい、というわけで、今日はね、メタバースについて解説してきました。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。仮想通貨投資をやるなら、動画の説明欄にあるバイビットも必ず使った方がいい取引所になりました。もともと世界第2のデリバティブ取引所として FX がメインだったんですけど、最近は40種類以上の仮想通貨の現物取引もできるようになりました。将来的にはね、バイナンスと肩を並べるような総合的な世界トップクラスの取引所になるらしいです。入金方法は、他の日本の取引所から仮想通貨で送るっていう方法ができるんですけど、もう一つは、KYC 認証、本人確認をすればクレジットカードで仮想通貨が購入できるというシステムを導入しているので、日本の皆さんもとても使いやすい取引所になっています。しかも、バイナンスよりね、手数料が全体的に安いので、僕は結構バイビットをメインとして使っています。ぜひ動画の説明欄から登録してみてください。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人は、シンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それがなんとね、ワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして、初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね5500円分の US ドルテザーがもらえます。ぜひ登録してみてください。動画を最後までご覧いただきましてありがとうございます。藤原の YouTube メンバーシップでは月990円で週に1回の投資に関するコラムを投稿しております。そして、月に1回僕に質問ができる質疑応答動画も投稿してますので、ぜひ入ってみてください。そして Twitter や Instagram の方でも投資に関する話や僕のプライベートなども投稿してますので、Twitter と Instagram ぜひフォローをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。